こんにちは、大輔です。本日は日本人配偶者を持つ外国人が日本に入国する際のですね、ヒントということでお話をしてまいります。在留資格がなくても OK なんではないかっていう話に迫ってまいります。本チャンネルの視聴者の皆さんの中にも、ご自身のパートナーと離れ離れのまま約半年間がね、過ぎようとしている方、多数いらっしゃるんじゃないかと思います。シンガポール、マレーシア、ベトナム、インドネシア、台湾、香港、中国、韓国、ドイツ、イタリア、そしてフィリピンということで、こういった国にですね、ご自身のパートナーがいらっしゃるというね、最近できてる困ってる視聴者さんだけでもこういった国々の方がおりました。非常に多くの方からコメントをいただいております。もしね、国が漏れてたらすいません。本日の流れはこちらになります。1、日本政府の最新の発表を確認。2、出入国在留管理庁へ問い合わせた結果。3、今後の渡航緩和の見通しということで、参ります。本チャンネルでは世界各国への渡航緩和の最新状況をお届けしてまいります。コロナ明けの海外行きを待ち望んでいる方、チャンネル登録をお勧めさせていただきます。それではね、1から参りましょう。日本政府の発表を確認していきましょうということで、こちらのですね、ウェブサイトの情報を読み上げていきますね。重要なところだけいきます。永住者、定住者、日本人の配偶者など及び永住者の配偶者などの在留資格保有者及びこれらの在留資格を有さない日本人永住者の配偶者または子に加え、緊急人道上の配慮などの特段の事情が認められたものについても9月1日以降に再入国される方については出国前検査証明が必要となり、再入国される方については確認書の取得が必要となりますのでご注意くださいということですね。これね、要するにこういうことですかね。在留資格を有さない方でも日本人の配偶者であれば出国前検査証明、確認書、こちらをね、準備することで入国ができると読み取れますよね。在留資格を有さないというのはどういう状況なんでしょうか。こうね、解釈をしてみました。他の在留資格を持つ場合などですよね。すなわち、配偶者としてではなくて、就労だとか留学だとかね、こういった目的で在留資格をお持ちの方、もしくはね、短期滞在っていうことも考えられますよね。ビザ免除措置、いわゆるパスポートのみでの入国ということが当てはまります。パスポートのみでの入国ってできなかったんじゃないと思った方いらっしゃるんじゃないでしょうか。僕もね、その一人なんですけど、いろいろね、これ調べていたら、結構びっくりするような情報がね、見つかったんですよ。これね、ニュースにはなってなかったんですけど、しれっとですね、外務省のサイト更新されていたんですよ。ここでね、皆さんに特別に、僕からね、ご報告をさせていただきます。こちらになります。よく読みましょう。網掛けした国を除き、ビザ免除措置を当分の間停止していますとね、ありますね。ということですので、網掛けした国については、ビザ免除措置が復活しているというふうに読み取れますよね。対象の国、こちらでした。米国、カナダ、チリ、オーストラリア、ニュージーランド、セルビア、北マケドニア、トルコ、モーリシャス。ということですね。例えば、A さんという女性の方がいらっしゃったとしましょう。アメリカ国籍でアメリカ在住の旦那さんをね、この A さんがお持ちであって、その旦那さんが在留資格を持っていなかったとしましょう。でもちろんですね、アメリカについては新型コロナの水際対策における上陸拒否の対象となっていますので、基本的には入国できませんよね。それはね、こちらの外務省発表でも明らかなわけなんですよ。ただし、A さんとですね、旦那さんの婚姻関係を入国検査の時に提示できれば、入国ができるものというふうに読み取れますよね。この2つのね、先ほどの情報とこれ組み合わせると、そう読み取れてもおかしくないということです。まとめるとね、こういうことになります。現在、159カ国、ほとんど全世界ですね。こちらからの日本に渡航する外国人は上陸拒否の対象となっている。ここ最近、アメリカなど一部の国に対してビザ免除措置が復活していた。9月1日から在留資格を有する外国人の入国が緩和された。この緩和は日本人の配偶者であれば在留資格がなかったとしてもビザ免除措置が有効な国籍を持つ外国人であれば対象という記載ですね。外務省の散らばったドキュメントではありますけど、これらを合わせるとね、こういうふうに読み取れました。この解釈が合っているのか、僕自身試しているわけではないので、各自ね、それぞれの条件によっても様々だと思いますので、何とも言えないんですけども、こうね、読み取らせてもらいました。そしてですね、本日お話した情報というのは、日本政府の方針によってね、またすぐ変わるっていう可能性もありますよね。
ご自身の、またはね、身近な方がこの手続きを試されるっていう時には、必ず外務省ですとか、出入国在留管理庁の案内をご自身でも確認をされて、そしてね、必要であれば、それらの機関に問い合わせるということをお願いいたします。ご自身の責任の範囲の中で書類を準備されるように、お願いしたいといったところですね。次に進んでまいりましょう。丸2。出入国管理庁へ実際問い合わせた結果ということで、参ります。本当にね、こんな手続きがあり得るんだろうかということをね、実は視聴者さんより貴重なコメントをいただいております。皆さんに紹介しますね。ゆうこ永瀬さん、どうもありがとうございます。ゆうこさんのコメントですね、特に重要な点だけ読み上げさせていただきます。出入国在留管理庁にも日本人の配偶者なら入国できますよとの回答を8月31日の電話確認取っています。入国理由も特に聞かれず、日本人の配偶者というだけで OK でした。ただし、出国72時間前の陰性証明と私と婚姻関係があるとわかる戸籍謄本を日本入国の時に準備するようにとのことでした。また、うちは対象外でしたが、外国人配偶者の国籍によっては現地の日本大使館、領事館で手続きが必要な場合もあるそうですということですね。条件改めて整理していきましょう。出発72時間前の陰性証明が必要。婚姻関係があるとわかる戸籍謄本。事前に日本大使館、領事館に問い合わせが必須ということですね。追加の手続きが必要な場合がありそうですということです。在留資格がない場合は、ビザ免除措置が有効であるかをチェックされる必要があるんじゃないかと思いました。コメントからは、ゆうこ永瀬さんのお相手がどちらの国の国籍の、ね、方かっていうのは分かりませんでしたけど、これらの情報から日本人の配偶者などの属性を持つ在留資格を保有していなかったとしても、入国ができる例として理解することができるんじゃないでしょうか。先ほどお話をしたね、外務省の発表内容とも整合が合うんじゃないかと思っております。別の視聴者さんからもご質問をいただいてましたので、この場を借りて、追加回答ね、させていただきます。タク新井さんですね。こんにちは。いろいろ情報ありがとうございます。一つお聞きします。英国人の夫が2月コロナ制限前に仕事で出国し、4月に帰国予定でしたが、このご時世で帰れず、6月に配偶者ビザの期限が切れてしまいました。切れる前の5月に地元の入国管理局や英国の日本大使館に問い合わせたのですが、当時はまだわかりません。入国できないかもしれませんとね、対応され、結局まだイギリスにいます。現時点では期限切れの配偶者ビザで入国は可能なのでしょうか。永住権はまだありませんが、日本の仕事もあり困っていますということですね。はい、この方は旦那さんがイギリス国籍でイギリスにいらっしゃるということですね。そして配偶者ビザはあるけども期限が切れているということです。イギリスに関しては外務省の先ほどのページから読み解くと、ビザ免除措置がね、停止されている状況かと思うわけなんですよ。ですので、ノービザでの入国、パスポートのみでの入国っていうのはできないというふうに書かれていますね。そうなりますと、配偶者ビザの延長もしくは再取得の手続きが必要になるんじゃないかというふうに、ね、思いますけども、前回にですね、日本大使館にこの方が問い合わせをされたのが5月ということでだいぶ前ですので、今ね、もう一度問い合わせてみるのがいいんじゃないかなというふうに個人的には思っております。日本政府の方針として人道的理由をはじめとした特段の事情というものが汲み取られるようになってきましたんでね、それでここまで緩和されてきたということですので、もしかしたら状況が変わってこのね、タク新井さんに関しても進展が期待できるかもしれません。ぜひ問い合わせてみてね、結果が分かったら、もしね、よろしければまたコメントをいただければ嬉しいなと思います。それでは3番参りましょう。今後の渡航緩和の見通しということで、今一度入国制限緩和がどのように進捗しているのか、日本政府の対応を表にまとめてみました。ビジネス関係、留学生、そして観光客という流れで緩和が少しずつ進んでいるということが見えますよね。再入国については8月5日から一部緩和、9月1日から全面緩和ということで、行われています。新規ビザ発行に関してはビジネス関係についてですね、まずはタイ、ベトナムが7月29日からレジデンストラックを開始、マレーシア、カンボジア、ラオス、ミャンマー、台湾が9月8日からレジデンストラックを開始。シンガポールに関しては9月にレジデンストラック、ビジネストラックを開始予定ということになっています。留学生の新規ビザ発行も国費の留学生を対象に始まっているという状況ですよね。その他の在留資格の新規ビザ発行に関しては、五輪関係者がね、アスリートトラックということで、日本政府、東京都、
組織委員会の方で検討が開始されているということですよね。そして気になるこの観光客についての新規ビザ発行といいますかね、ビザ免除措置、これがねひっそりと始まっていたというのはちょっとした発見でした。アメリカ、カナダ、チリ、オーストラリア、ニュージーランド、セルビア、北マケドニア、トルコ、モーリシャスと、こちらのねビザ免除措置が密かに復活していたということでしたね。ただし上陸拒否対象国であるので、日本人の配偶者であるなどの特段の事情が必要というふうにね、この場では僕の方はね理解をさせてもらいました。これは繰り返しになりますけれども、ウェブサイト上のね記載から僕自身が理解した内容ですので、ご自身の辞書に当てはまるかどうか、気になる方は直接情報ソースの確認、必要であれば出入国在留管理庁への確認お願いいたします。最後にですね、地道に進みつつある渡航緩和、そしてまだ必要な人々に緩和が行き届いていないという背景でね、こういう活動もあるよということを紹介させてもらいます。それはね、これですよ。Love is no tourism というハッシュタグでツイートする運動が行われているようなんですね。グローバルの組織ページがありましたので、紹介させていただきます。These countries already allow couples to meet ということで、これらの国々がすでにね恋人同士の再会が可能になっているということですね。デンマーク、ノルウェー、オランダ、チェコ、アイスランド、オーストリア、スイス、フィンランド、ドイツ、フランス、スペインということですね。僕はね早く日本とフィリピンがここに加わってほしいなと願っております。僕もですね、日本での署名活動については、ウェブ上で賛同ボタンを押させてもらいました。自分がこれに当てはまってるなとかね、応援してやりたいなと思った方については、僕と同じように賛同ボタン押せるようになってますので、概要欄にリンクを貼っておきますね。本日は配偶者に対する緩和が進んでいる様子お伝えさせていただきました。恋人同士についてもね、何らかのドキュメントで証明する形でいいので、なんとかね、これに近い形で緩和されていってほしいですよね。何でもドキュメントはね、何だって準備しますよ。ね、デートの時の写真とかなんとか、いいですよ。愛は観光ではありませんからね。以上、大輔でした。Say hi first. Say hi. How is it?